どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは逆説の思考です。今回の内容について、1、アイデアに行き詰まる理由、2、定説と逆説、3、時代を変えてきた逆説、4、メンタルコントロールにも逆説について説明していきます。1、アイデアに行き詰まる理由。仕事や私生活でアイデアが必要なことがありますよね。ただ、アイデアを出すときに行き詰まることもあります。頭に浮かぶ理由としては、まず新しい物事が思い浮かばない。これは自分って才能がないなぁとへこみそうな理由ですね。次に、すでにいろんなことが充実している。ビジネスで言えることですが、独自性を考えていても、すでにサービスが充実していることがあります。そんな中でも気づかずに持っている理由は次のことがあるのではないでしょうか。それは〇〇ってこういうものという定説が思考を停止させているということです。定説にとらわれすぎているということですね。2、定説と逆説。それでは定説と今回のテーマである逆説の意味について説明します。定説はある事柄についてその説が正しいと広く認められている説、逆説、定論のことを言います。逆説は真理と反対のことを言っているようで、よく考えると一種の真理を表している説のことを言います。アイデアの想像をするときに定説を述べてから逆説を考えてみるというのはどうでしょうか。身近にある例えとしては、古い家具に対して定説は古いより新しい方が綺麗とします。その逆説は新しいより古い方が味わいがあるということになります。古い家具はヴィンテージの家具として価値が想像されます。3、時代を変えてきた逆説。時代を変えて当たり前に定着しているものも逆説からの想像が多いと思います。まずは電話です。電話に対して定説は家や施設にケーブルでつないでいるものとします。逆説はケーブルでつなげずに持ち運ぶものですね。これが携帯電話です。外出先でも使える携帯電話が普及していますよね。次にネットワークです。ネットワークに対して定説は直接会う人とその会った人の知り合いから成立するつながりとします。逆説は会ったことがなくても価値観を共有できるつながりですね。これが SNS ですね。自分の価値観や行動を発信し共有する SNS が発展しています。最後に動画制作です。動画制作に対して定説はプロの制作会社かプロ志望の人が作るものとします。逆説は素人が楽しく動画を作って配信するものになります。これが YouTube ですね。規約を守れば自分らしく配信できる YouTube が発達してきています。4. メンタルコントロールにも逆説。今まではアイデアの創造について説明してきました。ただ逆説はメンタルコントロールにも応用できると思います。例えば失敗です。失敗に対して定説は失敗してはいけない、気をつけることとします。逆説は失敗によって得れることがあるですね。最近僕は失敗をしても学べば良いと思っています。失敗を恐れて行動しない方がもったいないって気づいたんです。このように自分が思っている定説に対して逆説を考えると今までの思い込みが変わるのではないでしょうか。今回は逆説の思考について説明しました。物事をいろんな角度から見て考えるのは楽しいと思います。今回の動画が皆さんによって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。